さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらです。ちくわおつまみを作りたいと思います。とにかく簡単にできるちくわのおつまみを作りたいと思います。ババッとババご飯、カリカリ食感ちくわのおつまみ。材料はこちら。ちくわ4本、溶けるタイプのチーズ 50g、 大葉2枚、ツナ缶1缶、マヨネーズ小さじ2、タバスコ少々、パン粉 10g、 オリーブオイル小さじ1、黒胡椒少々。じゃあまずはちくわを切っていきます。ちくわを縦に切ります。じゃあアルミホイルにちくわを並べます。でまずはちくわに溶けるタイプのチーズのせましょうかね。2個ね重ねてあげるとこうちくわの上にチーズが乗りやすいので、1本だとちょっとね乗りづらいのでこんな感じにのせます。あとはもう1種類は大葉をいきましょうかね。バジルなんかでもいいです。裏側を、表にして丸めて切ると大葉の香りが立ちやすいらしいです。裏に多分ね香りの成分のところがあるので、裏から切ると香りが出やすいなんてことを聞いたことがあります。でこれもほぐしてもらって2個重ねた上にこういう風にたっぷりめにのせて、でここにさらにチーズを、はい、でもう1個はシーチキン。シーチキンの油漬けのタイプのものですね。これにマヨネーズを入れて混ぜます。でこの上にズドンと、手前の方は黒胡椒にして、でもう1個はタバスコにしましょう。じゃあ1個はタバスコ4種類ですね。今結構たっぷりめにいきましょうかね。じゃあちょっとマヨが入ってるんでチーズ少なめでこんな感じで、でこちらをオーブントースターで焼いていきます。いきます。そして焼いている間にこちらパン粉をカリカリに焼きたいと思います。結構オーブントースターでパン粉でやってしまうと一番最初にこれ焦げて、真っ黒になっちゃうんで、これは別で炒めることで、カリカリとした食感も残しますし香ばしさも残せるという感じですね。じゃあこちらをフライパンで炒めていきます。結構焦げやすいのですぐきつね色になってきたらもう引き上げる感じですね。急激に焦げ出すので、これはもうつきっきりで焼いている間でもすぐできますんで、ちょっと色変わってきましたね。こう焦げてきました。ここからが結構焦げやすいのですごい揺すってもらって、色変わってきました。でこれでパンの焼けた香ばしい香りとカリカリっとした食感ができるので、はい、
ここら辺から気をつけてください。結構一気に焦げますんで。でもうこの辺になったら弱火にしてもらって、もう火止めていいですね。このぐらいになったら火を止めます。でちょっとこの余熱でも結構火が入るんで、濡れ布巾とかあったらこうやってジュッと置くともうここから焦げなくなりますんで。はい、でここにちょっとコクを足すためにオリーブオイルをまぶしてくれていただいて、でこれでトッピング用のパン粉が完成しました。いい感じに焼けてますね。さあそろそろ焼けましたんで取り出したいと思います。これもうねパン粉最初にのっけてたらこんな長時間やれないので、必ず別でやっていただけるといいと思います。こんな感じに焼けました。そしたらお皿に移していきます。はい、こんな感じで器にのせたら、さっきタバスコのっけてない方の、ツナマヨは黒胡椒を、はい、でこちらに最後に仕上げでパン粉、もうお好みの量でいいと思います。はい、こんな感じでちくわのおつまみ完成しました。それではいただきます。じゃあまずプレーン、伸びますねチーズが。ちょっとパン粉巻いちゃおうかな。いただきます。パン粉カリカリでチーズの濃厚さがいいですね。美味しい。もうちくわ自体は結構味があるので、塩味とかつけずにそのままのチーズとちくわの味でいただけます。でこちらは大葉ですね。大葉いただきます。大葉の風味がいいですね。やっぱこう種類を変えることで飽きずに食べれますんで、ツナマヨもいってみましょうかね。うまい。ツナマヨも全然違う感じですね。で最後にこのピリッとピリ辛のタバスコをいってみましょうかね。タバスコの風味がいい。美味しい。なんせもうパン粉がカリカリで焦げてないので苦くないし、パン粉後がけ最高ですね。ビールのあてにもおかずにもいいと思います。というわけで今回はちくわのおつまみを紹介しました。よかったら、作ってみてください。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上ババッとババご飯でした。